はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年の上半期をタロットで見てみたいと思います。お願いします。これは2025年の前半1月から6月までを順番に見ていくというのではなく、この半年間のテーマとしてどこが一番光っているのか、何に気をつけたらいいのか、例えばお金とか人間関係とかお仕事とかご自身のこと、健康についてを全体的に見てみたいと思います。お願いします。はい、一緒に見てみましょう。いきます。ちょっと後で説明しますね。全部ダイヤル感ですよ。すごいね。はい。はい、上半期のテーマはワンド2です。聖地。なんだかとっても強いですね。ね、この辺ドドドドドドとダイヤル感ですね。まず星の話ですが、この2024年の後半って乙女座の皆さんにとっては社会が開かれた時期だったんじゃないでしょうか。特に仕事してませんという方も環境的には恵まれていたよとか、人脈が広がったよとか、そういうこともあったかもしれませんし、仕事のチャンスが来たよとかね、願っていたことが自分がその環境に身を置けたよとか、そういうのもあったかもしれません。でそれは引き続き2025年の前半もあります。なのでまだまだ楽しい時期というかね、自分はすごく恩恵の中にいるって思ってもらいたいですし、さらにはちょっと後の話になっちゃいますけど、7月7日以降っていうのは天王星というね、突然何かが始まるよとか突発的なエネルギーっていうのも双子座に入ってくるので、乙女座の皆さんにとっては社会がいきなり動き出すみたいな、なんか突然動き出すって感じがあるので、全然違う仕事をしてみたり、また引っ越ししてみたり、違う会社に行ってみたりみたいな、とてもエキサイティングな人生の流れの域に入ってきますので、この前半のうちっていうのはなんだか自分が納得してこの生活を作っていく、自分が納得してこの環境を整えていく、この環境の中でこんなにたくさんの幸せが得られるんだということを体感していくっていうのが、テーマなんですよね。でその上でカードで見た時に、何かちょっと選択を迫られる時があるのかなって感じがしました。これはワンドの2ということで、どうしようかなって、今の状況でも十分幸せなんだけど、もう少し頑張って違う世界をもうちょっとその上をもう目指しますか、いやそれともここにしときますかみたいな、何かを推し進めるか進めないかで非常にこれはちょっと迷ってる感じがしますね。ちょっといろいろ他からヒントをもらいましょうね。そしてまずご自身はあった時に自分自身のところでマジシャンが出ています。でもこれが私から見るとまだ逆位置なので、なんだか今のこの環境の中でこれをしていきたいんだ、これを進めていきたいんだっていうのはあるけど、ちょっとまだブレーキがかかっているとか、何か少し気になることがあるんだと思うんですね。でもとてもいいですよ。このマジシャンって78枚のカードの中のスタートっていうカードですから、たとえ逆位置であったとしても何かを始めたいんだ、新しく自分の人生というのはここから始まるんだみたいな感じです。そしてパートナーシップのところでもダイヤルカーの恋人たちというカードが出ています。恋人たちというカードっていうのは2人のアダムとイブが出会ってね、本当にここから世界広げていくんだねっていう感じなんですけど、逆位置なので迷っているっていう感じなんですよね。未経験だからこそ迷っている。でもパートナーシップとしてこのカードが出てくるってことは、新しい人と関わっていきますねとか、新しい契約を結んでいきますよっていうような意味もありますので、なんだか未経験の関係性っていうものが楽しいんだろうなって感じですよ。これは仕事でもそうです。仕事を通して新しい人と関わっていくとか、若い人と関わっていくとかいうのもあるかもしれません。またはパートナーシップとしてもなんかマンネリ化してるとかではなく、初々しくお互いになんか手探りではあるけれども、お互いを知ろうと努力していってるみたいな感じで、とてもいいじゃないですか。そしてさらにはその関係性をもっと深くしていきましょうみたいな、お互いが置かれてる関係性の背景にこの女帝が出てくるってことはとってもいいんですね。なんだか
なんかいろんな可能性がありますよ。例えばですけど、もし新しい人と出会いましたとか、恋がしたいですとかって思ってらっしゃる方だったら、全然新しい出会いできますよねみたいな。でさらにもっと深い仲になれますよねとか、そんな感じです。そしてすでに付き合ってる人がいるとか、すでに結婚してるとか、そういう方にとってはお互いに初々しく関わっていけるし、その関係性の中で信頼というのをもっともっと深めて、もっともっとこう愛し合っていくみたいな、そんな感じもあります。でさらになんか子供もできるんですかみたいな感じもありますけど、そこにはちょっと何かしらの懸念がありますね。こう本当に今子供を持っていいのかなみたいな思いとか。でもとても幸せですよ。社会のところにやっぱりカップの10っていうのが出てるので、先生術で見ても今木星という発展繁栄のね拡大していく星っていうのが乙女座さんの社会を照らしている。そしてカードで見ても自分の社会や仕事っていうところにカップの10っていうことで喜びがいっぱいということで、おそらく今納得いってませんという方でも、今のこの状況っていうのは実は恵まれてるんだっていうふうに捉えて、その中で自分が喜びを感じるっていうふうにしてみる方が運を生かせるかもしれませんね。そしてもっとチャレンジしたことがだとか、仕事ではもっとこうしたいという思いがある方は、こんな風にちょっと肩の力を抜いてみんなで幸せをシェアしようみたいな感覚で進めていくといいのかもしれません。なんか利益を追求するぞとかいうよりも、みんなが喜ぶような仕事にしようとか環境にしようみたいな、そんな感じです。家族も一緒に楽しめるような形にしようとか、そういうような感じですね。とても恵まれてますし、またはそういう環境に自分がいらっしゃるか、そういう環境を作っていくか、またはこの前半を通して自分の生活そのものっていうものが、人生そのものっていうものがとても満たされている感覚を感じられるかもしれませんね。それと面白いのが、ご自身の意識っていうところにフールの逆位置が出てるんですね。なのでもうまたなんか悟りの域に入ってるんですかっていうぐらい、なんかもう本当に細かいことは気にしませんっていうか、もう自分の欲はありませんとか、もう何がどうなってもそれはもうなるようにしかならないんですみたいな、そんな感じの解放がありますね。おそらく自分の意思でどうにもできない事実っていうか現実というものがあり、もうこれは神様に任せるしかないというかね、これはもう自分の運命に任せるしかないみたいな感覚なのかもしれません。それによってでもすごい恩恵がたくさん入ってきてるわけですから、とても豊かな上半期ですけれども、何かなんかホームグラウンドから離れたっていう感じもありますね。なので家から出たとかいう感じもあるかもしれないし、なんか昔はここに住んでいないと生きていけないと思ってたのが、全然出ても大丈夫って思えるように何かを解放した。もうどうなるかわからないけど、でもそれでいいんだみたいな、すごく自由な恐れのない感覚です。これはとてもいいです。だからこそなのか、すごく社会も開かれてる。今自分に与えられてる宇宙からの流れっていうのは全て恩恵なんだって思えるような感じですね。いいね。はい、そしてただ一つ何か気になるのが、ここでですね、デビルというカードが出てます。ここね、この位置っていうのは、例えば子供に関したことやレジャーとか恋愛とか、自分の人生に取り入れたいと思うこと、それを覚悟してチャレンジすることなんですけど、例えばお子さんのことで悩んでいるとか、もしくは気になっている、特に子供ってなったらもう自分ではどうしようもできないですよね。こうできることが決まっていて、あとは子供の力に任せるだけみたいな感じがあるので、そういうのでなんか気になっているか、もしくはですけど、今すごくパートナー運とか恋愛運も含めいいので、この人の子供が絶対欲しいんだみたいに思ってみたりとか、不妊治療を何とかしてでも欲しいんだって思ってみたりとかっていうことで、何か強いこだわりっていうのもそこにあります。心配する気持ちもあればこだわりもあるっていう感じ。もしくは自分が何か生み出していくっていう時に、今すごく満たされてるからこそ、この今の状態からさらに負荷をかけて何かを挑戦していっていいんだろうか、本当にいいんだろうかみたいな感覚の、迷いというか戸惑いですね。なんか人ってやっぱり前進しなければならないみたいな思い込みってありますよね。今のままでいいのに、なんかもっと良くなっていかなければならないみたいな、そういう謎のプレッシャーってあると思うんですけど、そういうものでこれ以上リスクを背負ってやるかどうするかみたいなのを、もしかしたら感じているのかもしれませんね。ちょっともう一枚引いてみましょう。でも強いですね。でもとっても強い、この迷
た出ました、フール。ということはこだわっている、とてもこだわってるんだけど、やっぱり何かを手放す方がいいってことですね。もうこだわりを手放すようにご自身で意識してみてください。フールが2枚も出るってことは、もう流れに身を任せた方がいいとかね、なるようにしかならないんだっていうような感覚でいることによって得られる幸せがたくさんあるよってことだと思うんですね。もし何かね、この前半で叶えたい夢があるとか、こうしたいと思っていることがあれば、ぜひコメントで書いて教えてください。それが叶うように願いを込めながらハートマークを押していきたいと思います。そうね。そして健康運に関してはいいですよ。悪くないです。ここで女教皇という、これも大アルカナが出ています。強いてあげるならば、ちょっとこう考えすぎとかこう神経を使いすぎっていうのもあるんですけども、でもこれはしっかり仕事できるからこそなんかそうなってるっていうぐらいのもので、他者から降って投げかけられる嫌なストレスっていう感じではないんです。自分がやるべきことを分かっていて、それをしっかりこなす上で来る普通のストレスっていうか、普通の神経疲れみたいな感じですかね。でもちゃんとオンとオフをしっかりと切り分けてやることで保っていけそうですね。友達との関係もいいです。なんかここに来てなんか私って受け入れられてたのかなと思うような嬉しいことを聞いたりとか、友達に優しくされたりってこともあるかもしれませんね。ちょうど5月の25日から土星がね羊座に入るんですけど、乙女座の皆さんにとっては5月25日までこう他者に対しての気遣いとか学びがあった大きかったと思うんですよね。他者に対して真剣に向き合うよとか、真面目に取り組むよとか、誠実に関わりますよっていう学びがあったので、それを終えていくという流れになります。終えていった後の勝利みたいな感じもあるかもしれませんね。そしてただグループとか団体とかそういったことに関してはちょっとあんまり深く関わりすぎないでおこうみたいな感じかもしれません。なんか今すごく整ってるからこそ、なんかもっと違う世界を求めるっていうことは本当にいいことなんだろうか、どうだろうかみたいな迷いが強いて言うとあるのかなっていう感じですね。そして気をつけることとして言われてるのは、さっき言った何にこだわってるかというところに自分がまずそのとらわれから自由になってねっていう意識的にね、そこに気づくことによって自由になれるよということと、もう一つここでペンタクスの6の逆っていうのが出ていて、ペンタクスの6っていうのは何かをしてあげる、奉仕してあげるみたいな感じなんですが、何か奉仕してることに関してはすぐに見返りが返ってくるわけではない。そして自分が良かれと思ってやってることっていうのは相手に素直に受け取ってもらうわけでもないかもしれませんねっていうのだけ、ちょっとそこだけ覚えといてもらったら、こんなにしてあげたのに何も返ってこないとか思わないと思うのでね。お金に関しても普通に頑張っていけます。これは普通に働いて普通に入ってくるっていう感じですね。ただ先ほど言ったみたいにこれだけやったからこれだけ入るというようなプラスマイナスゼロみたいな感じではないんですよね。だから最初に自分がなんか構築するためには一生懸命エネルギーを注がなければいけないかもしれない。でもそれは後から回収できるものだから、ちょっとタイムラグがあるかもねっていうことかもしれませんね。そんな感じかな。何か質問ありますでしょうか。でも濃いですよ。濃いなって思います。そして要するに今のままでも十分いいんだけど、進みますか進みませんかっていうそこでの迷いでしょうね。ヒントとして言うならば、5月25日までに自分が何に一生懸命頑張ってきたのか、何を卒業したいのかっていうのをもう一度自分でも見返してみるということと、今何にこだわっているのか、何を恐れているのかっていうことに気づくことによって、本当に進むべきなのかどうなのかというヒントが出てくるかもしれません。最後にもう一枚引いてみたいと思います。乙女座さんの2025年前半はお大天使出てきましたね。どうでしょう。このカードを見て何かしら思うところがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。ジャスティスとかハーモニーとかソリューションということで、何かね、迷ってる気持ちとかありますけど、何かバランスは取っていけますよ。何が正しいのかっていう判断もできるし、ちゃんと調和も取れるし、解決法も見つかるよみたいな感じで言われてると思いました。はい、ということでここまでにしておきます。ぜひ2025年の前半で乙女座の皆さんにとってとっても有益な時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。